です。どうもお久しぶりでございます。いやごめんなさいね。本当は昨年末もう一本動画を上げる予定だったんですけど、編集が間に合わなかった。というわけで、前回予告した魚介動画ではなくて、新年一発目用に撮影したこの動画から新年の1本目となります。次回魚介になりますんで、でっかいの。で、遅ればせながら皆さん、新年明けましておめでとうございます。新年のご挨拶に関してはまた実食の方ですると思いますので、こっちではさらっと流しといて、今回の動画がですね、そうです、サムネイル通りすき焼きでございます。おめでたい日だから。で、動画自体はいつも通りな感じで進んでいくんですけど、今回調理編がいつもと違うところがございます。っていうか、新しく加わったニューフェイスがいます。ヒントは僕の右手に握るものですね。そのニューフェイスの子に関してはいつも僕が動画の固定コメントにしている僕のコメントがあるんですけど、おそらくそこに記載してると思いますので、気になる方はそちらをご参照いただければと思います。てか相変わらずオープニング喋りすぎやな。というわけで早速本日も作っていきましょう。ではまず今回の割り下から作ってまいりましょうか。せーの。こちらからだし、酒、醤油、みりん、砂糖ですね。ちなみにだしは今回は昆布だしにしてあります。で、煮出した後のこのだし昆布なんですけど、また後ほど活用していきたいので細かく刻んであります。で、今回の砂糖はザラメ糖ですね。で、割り下を合わせる前に、今回実食中多分煮詰まってきて辛くなってくると思うんで、その時に飲ませるようにちょっと取り分けときましょうか。まあ、そがんいっぱいはいらんと思いますけど。で、今回の比率というか分量なんですけど、こちらから、1200cc、600cc、600cc、600cc、200g ですね。で、今回 cc とかグラムとか単位が違うので、そこはご注意ください。では一度これを合わせていきましょうか。あとはこれでザラメが溶ければ完成ですね。ちなみに今回こんな感じの割り下を作ったんですけど、すき焼きとは切り離せないのがあれですよね。この関東関西論争。で、今回もう長ったらしいのでもう触れないんですけど、そもそものすき焼きの起源なんかもちょっと調べてみたんで、概要欄に書いておこうと思います。もし気になる方がいらっしゃいましたらそちらをね、見ていただければと思うんですけど、まず作り方で言うと、肉、野菜一緒にバーンって煮込むのが関東流。で、一度肉を焼いてからその後野菜と一緒に煮込んでいくのが関西流。で、味付けで言うと、今回僕が作ったようなこのだし汁と合わせるこの割り下を作っておくのが関東流。イメージで言うと鍋に近いかな。で、逆に関西の方はだし汁を使わないので、お肉焼いたらそこに砂糖をバッとやって、その上から醤油ドボドボドボっていう感じ。あとは白菜とかおにぎりから水分出しながら。だから今回の作り方は関東風になるのかな、僕のは。でも実際あれですよね。関西だけじゃなくて、東京も福岡も、ちょっととこの店に行ったら基本あれですもんね、焼いてくれますもんね、一番最初。だから正直関東関西論争といっても今は結構ね、あやふやになってると思うんですけど。なんかすき焼きは調べれば調べるほど奥が深い。ではここから具材の調理と参ります。ちなみにこの飾り切りなんですけど、入れる角度をシャープにすると、なんかシャープなシュッとした感じになって、逆に角度を寝かせると、逆になんか可愛らしくなりますよね。一応変わり種としては、こんなんとかも可愛いかと思います。で、これをやりまくって、ここまでいくとさすがにもう可愛くない。で、こっちの飾り切りの端っこの部分もまた後から使いますんで、適当に細かく切っといて、で、軸の方は食感が残ることちょっと大きめに裂いといて、だいたい半分になるぐらいまでちょっと切っといて、で、なんかこう変に空間が空いてますけど、実はあともう一種類椎茸があるんですよ。ちょっとお呼びしましょうか。せーの。お化けサイズの椎茸ですね。さすがにここまで来るともうわかんない。これ椎茸なんかな。
まあ、とりあえず同様に切っていきましょうか。なんかね、もうここまで来ると、キノコというよりかは、ちょっと柔らかい木を切ってるみたい。続いてこちらですね。もう年のせいなんで、金時人参で。こっちが鍋の具材で、こっちが締めの薬味用ですね。じゃあ一旦ここらでここまで出ているこの端っこたち、この子たちとこの時期余りがちなこのお餅、これらを使ってもう一品作っていきましょうか。一旦全部まとめて、今回のすき焼きの割り下加えて火にかけて5分ほど炒め煮たら火を止めて、このまま粗熱が取れるまで放置。そしたら冷ましてる間にこの油揚げにお湯かけて、あとはなんか菜箸とかでこれをゴリゴリっとやってちょっと切り込み入れて、あとはここにお餅と先ほど炒めにしたやつを加えて、水で戻したかんぴょうで巻きつければ特製餅巾着。なんかあれですね、こんだけ並ぶとなんか可愛いですね。で、今回使い切らなかった分のこっちのかんぴょうに関してはなんかお味噌汁の具とか、あとは煮物に使ってもらったりとかで、こっちの炊き込んだやつはなんかおにぎりの具にしてもらったりとか、混ぜご飯にしてもらったりとか、まあ、何かと利用できるかなと思います。というわけで今5種類かな ?5? いや違う、4種類準備できましたので、こちらをまず盛り付けていきます。で、ちなみに今回これとはまた別に、よいしょ、春菊、かつお菜、えのき、くず切りですね。こちらをご用意しましたので、ここに盛り付けていきましょうか。せーのせーのせーの、シャーラスト、せーの。ではここから本日のメイン食材のお肉の登場です。今回は佐賀牛の牛肩ロースしゃぶしゃぶ用ですね。やっぱお正月なのでだいぶ奮発しちゃいました。ではこちらを大皿に盛り付けてまいりましょうか。というわけで、これにて完成。では実食編へ参ります。というわけで無事に完成しました。すき焼き。いや、実際ね、過去一番調理短かったんじゃないかなと思うくらいパパッと終わりましたね。ほとんど火が使ってないしね。んで、一応、すき焼きといえばの生卵がここにボボボッと入ってます。そして、とりあえずテーブルが狭え。もうちょっと大きなテーブルを買おうかなって本気で悩んでますもんね。まあいいや、とりあえず食べよう。いただきます。おみき代わりじゃないけど、今回ミオでいきましょうか。いや、かなり久々飲むな。じゃあ皆様、明けましておめでとうございます。
2019年もどうぞよろしくお願いいたします。相変わらず妙は飲みやすいね。そして明けますおめでとうと言いながら、実際今12月28日っていうやつ、大人の事情。では早速すき焼きを作ってまいりましょう。まず長ネギと、そして肉。わあ、うめえ。こんなもんうまいに決まっとるくさ。どうしようかな、あと1枚ぐらい焼こうかな。やば、最高にうまい。今多分すごい見にくいと思うんですけど、もうちょっとしたらアングル変えますんで。それじゃあ続きましては、このくらいのちょっと赤みを残しつつ、最高にうまいわ。で、今回ちょっと量が量なので、もうここら辺で割り下入れていきましょうか。多分すごい見づらいと思いますけど、椎茸の軸とこの巨大椎茸を先に入れといて、あとはもう適当に入れていきましょうかね。とりあえず入れ方としては、お肉を硬くするって言われてる春菊と、今回はくず切りですけど、白滝なんかが隣に飛んでけば別にいいかなと思うんですけどね。でとりあえずこれが一般沸騰するまでちょっとスキップ。だいぶ沸騰してきましたね。そしたらここに牛肉入れて、今がどんな感じかというと、でもちろんアクは取りながら具材に火が通れば完成。ちょっと見づらいと思うので、ちょっと配置を変えて、でカメラの高さも変えて、今日はこんな感じでいきましょうかね。では食べていきましょう。まあでもとりあえずお肉が食べたい。この焼きとは違うこのふわふわ感がいいよね。焼きも焼きでまた美味しいけどね。あ、てかやば、焼き豆腐焼き豆腐忘れた。あ、キノコ類がうまい。でやっぱあれですね、ネギは最初焼き付けた方が全然うまいですね。香ばしさの次元が違いますもんね。いや、そら酒も進むわ。なんかもうこれ無言で食いそう。じゃあ次これいきましょうか。激アツ爆弾、もとい餅巾着。あー、うまっ。なんかあまりもねパパッと作ったと思うんですけど、意外と美味しくできましたね。全部食感が違うから面白い、食べよって。あー、でもやっぱ今日は肉が一番うめえ。僕はもうそろそろこれが食べたいんだな。なんかもう体感的にはね、缶コーヒー持ってるぐらい重たい。なんだろうこの感覚。味は椎茸なんですけど、なんかもうねステーキ食べてるみたい。食感すごいな。むっちむち。
そしたらちょっとアクとか油をちょっとお掃除して第2陣と参りましょうか。お野菜終了。あ、やべえ、肉入らんやん。あとはゆっくり食べながらこの完成を待ちましょう。というわけで、このミオゴールドさんが終わってしまいましたので、お飲み物を買いましょうか。でもう第2陣も完成したっぽいので、パパッと次に参りましょうか。というわけで一応というわけで好き鍋ってなんというわけで一応すき焼きは終わりましたんで、これから締めのお時間に参ります。で、こっちにはお肉も残ってるんで、このお肉も一緒に使っていきましょうかね。冷凍うどんと言いながら、とりあえず冷凍うどんが溶けるのを待って、っていうかもうだいぶ煮詰まっちゃってるんで、最初に引いた昆布だしでちょっと薄めましょうかね。麺に透明感が出てきたらお肉投入。お肉に火が通ったらネギわっさ、すき焼き肉うどん。いやもうこれは間違いなかろうて。すき焼きを作った国の民であることを誇りに思う。では今回はこの辺でラストスパートと参りましょうかね。ラストスパート。そうでした。いやー、うまかった。新年一発目の動画のメニューとしてはもう完璧やったかなって自画自賛です。ていうか明日の朝ごはんはあれですね、なんかこれとなんかおじやかなんかできそうですね。朝ごはんゲット。で、2019年の抱負っていうわけでもないんですけど、ちょっと最近また新しい1個の目標ができまして、簡単に言うと、とある方のチャンネル登録者数を抜きたいっていう1個の目標ができまして、そこに向かって今年も頑張っていこうかなと思います。んで、この時期ね、だいぶインフルエンザも流行ってくる時期だと思いますんで、特に受験生の皆さんとか、くれぐれも体調不良さんごと気をつけてくださいね。っていうところかな。では今回この辺で終わろうかなと思います。ではまた今年もよろしくお願いいたします。では、バイバイ。